迷子の高松智里役陽宮ひなです。こんばんは、迷子の長崎そゆ役小日向美香です。この番組はガールズバンド迷子がお届けする YouTube ラジオ番組迷子の迷子センターです。ランダムでベン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 最初からちょっとつまずいちゃったんですけど、ランダムでメンバーがパーソナリティをしていきます。はい、ということで、まあね、まずは何と言っても、7月18日と19日ナインスライブつなぎ目の向こうにを終えて初収録ということで、2日間ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、やっぱでも2日間のライブはさ、終えてみるとさ、達成感もすごいなと思うけどさ、2日ともやっぱり前回ね 2days やった時もそうだけど、全然違った景色が見れて、やっぱいいなって、やっぱ2日間やる意味があるよな、ちゃんとなって、ね、改めて実感したなって。そうだよね、いや、なんかもうなんだろう、すごいね、今みかんちゃんがねいろいろ伝えてくれたんだけど、もう全然出てこなくって言葉がそうだよね。いやなんかね、今回ね、ライブの感想もね、お話できるということで、メッセージもたくさん本当にありがとうございます。ありがとうございます。そして次は、ラッキーフェスです。8月9日。そんなにすぐにライブがもう嬉しい。ていうか、もう今週になるってこと？配信的に、今週末にありますよ。さて、どんなライブになるのか私たちも全く想像ができてそうなんだよね。今の段階でまだラッキーフェスに向けた練習をしていないからねだからね、もちろんね、当日までには絶対にね、みんなで頑張って、迷子の音楽を届けれたらなと思いますので、ぜひこちらも楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。そしてあれですよ、その前日には埼玉で迷子センター出張版の公開収録もありますから。待って、本当だ。そうだよ2日間迷子デーなんです。2日間迷子デー。確かにそうだ。そうだよ。そっか、私、いや、迷子センターをね忘れてたわけじゃないんです。もう埼玉が、埼玉公演出張版の、8月にあるっていうのだけはしっかりと覚えてたんですけど、まさか同じ週にあるって認識ができていなくて、そっか、そうなの。大丈夫かな。迷子センターやって次の日にラッキーフェスです。そっか、でもさ、2日間通してさ、迷子のファンの皆さんに会えることもそうだし、ラッキーフェスではさ、たくさんの方が迷子に触れて迷子のことを知っていただく機会になるわけだから。そっか、8月も楽しい夏の思い出を作れたら嬉しいなと思います。私もそうなることを楽しみにしております。頑張ろうね。頑張ろうね。はい、それでは迷子の迷子センター、今週も始まります。迷子センター。迷子の迷子センター、まずはこのコーナーからお届けします。僕たちはライブの感想をここで叫ぶ。イエイ。迷子といえばライブ。ここではライブを見てくださったあなたの感想を紹介していきます。今日は迷子ナインスライブつなぎ目の向こうにの感想が届いていますので紹介したいと思います。それでは早速一つ目のお便りをご紹介させていただきます。お呼び出しネームシンプルイズさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さん、こん迷子。迷子ナインスライブに配信で参加しました。ありがとうございます。今回新曲を3曲披露してくださって本当にありがとうございました。ここで一つ質問があります。照明参加の最後で、ともりちゃんがマイクを客席に向けていましたよね。あれはただヘイヘイをコールしてほしいというだけではなく、観客にセイヘイセイヘイと歌ってほしいという意味だったのでしょうか。陽宮先生、教えてくださいといただきました。ありがとうございます。そっか、マイク客席に向けてたもんね。そうなんです。では私がズバリお願いします。させていただきます。あれはともりちゃん的に、ヘイヘイを
言ってほしかったと思います。そうだね、なんかこうセイっていうのはさ、こっちがさ、ヘイって言ってくれよっていう呼びかけみたいな意味でもあるから、確かにね、そう、セイってみんな言ってよセイっていう意味だと思うから、みんなはきっとヘイを答えてくれればいいと思うし、それこそ私たちがコーラスでヘイの部分歌ってるんですね。それと同じ部分を歌えばいいって思ってくれたら分かりやすいのかなと。確かに今のめちゃくちゃ分かりやすかったかも。本当？よかった。みかん先生ありがとうございます。その読みや先生ですからお答えしたのはありがとうございます。ぜひね今後照明参加がある時で、マイク向けるかどうかは本当その時のねライブ次第と言いますか、ともりちゃん次第ではあるんですけれども、ヘイの部分は引き続きみんなで盛り上がってコーラスもそうだし、コーレスもしていただけたら嬉しいです。そうだね、これからもぜひね楽しみにしててください。じゃあ次のお便りいきます。お呼び出しネームリンクスさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さんこんまいご。つなぎ目の向こうにデイ2にて初参戦させてもらいました。ありがとうございます。皆さん情熱的で心から楽しませていただきました。すでに他の方も言及されているかと思いますが、ともりようみやさんの渾身の歌唱にはただただ感服しました。見た目としてはともりイコールようみやさんではないから、正直ライブに行く前はキャラとして歌うことに若干の懐疑すら抱いていたのですが、ライブに行ったらもう黙るしかありません。そこにいたのは本物のともりでした。プロフェッショナルってこういうことなんだと気づかされました。またどのパートも迷子らしい芯のある演奏で素晴らしかったのですが、特に正真正銘のそよ小日向さんのベースが私は大好きで、ライブ後家までの道中深夜ベースラインだけを歌いながら自転車を漕いでいるヤバい人になっていた覚えがあります。私の気候はともかく迷子は本当に最高でした。また聞きに行かせてください。ありがとうございましたといただきました。ありがとうございます。まず初参戦嬉しいね。嬉しいね。こうしてね、足を運んでいただけるってやっぱ当たり前ではないしね。そうだね、そしてやっぱこう生でライブを見ていただいたからこそ、やっぱりこうようちゃんがねキャラとして歌うってどういうことなんだろうっていうのを一番会場でね実感してこう見てもらえたと思うんだけど、ようちゃんどう？いやそうやっぱりね、その見た目的にっていう面でもやっぱ私は二次元ではないし、ともりちゃんとねもうその顔どころか髪型もね、身長も全然違うんですけれども、やっぱりこう役者として、声優というかなんというかという感じなんですけれども、でもステージに上がる上でそのともりちゃんの成長を描く上で、今回の Day2 はまた新しいともりちゃんのパフォーマンスをお見せできたんじゃないかなって思うので、こういった迷子の形を楽しんでいただけて嬉しいですね。そうだね、その演奏の面もねこれ楽しんでくれてるって言ってくれてるのも嬉しくて、そうやっぱり楽器を奏でている私たちも、ちゃんと一応キャラとして立ってはいるので、そこもやっぱりキャラなりの表情だったりとか、すごくなんだろう、私はそよちゃんとして、こうそよちゃんのその美しさだったりとか、そうちゃんとしっかり支えるぞっていう面だったりとか、そういうところすごく大事にはしてるんだけど、それこそひなちゃんとかだとラーナちゃんみたいに自由に動き回っている姿とか、すごいたきちゃんはすごくアニメーションでも笑顔でドラムを叩いているのが印象的だと思うんだけど、確かにね、ここちゃん自身もすごく笑顔だし、結構ねともりちゃんのことをねしっかりともりちゃんの歌をねちゃんと受け止めながら演奏しようとしてる表情がすごく伝わってくるし本当に伝わってくる。そうなの、あとアノンちゃんはねもうアノンちゃんでしかないというか、いやわかるよ、キラキラしたパフォーマンスが本当に素敵で、なんかようちゃんのもうともりちゃんそのものっていうのももちろんずっとビシビシ感じてるんだけど、全員がねキャラクターとして立っているから、そこは今後も初参戦するよって方は注目してほしいポイントではありますね。なんかベースは
やっぱりボーカルの先生がおっしゃってたんだけど、やっぱりこう歌うにあたって、やっぱベースがブレるとなんか歌に響く。だからベースの先生はきっとまず土台をしっかりするように指導されてるんじゃないかって。だから何かこうなんだろうな、歌で、一つ線を見つけるとすれば、絶対にベースだっておっしゃってて。本当ですか？そうなの、嬉しいな。そういう話も聞いてたから、あとね、もう忘れもしないライブ本番前に、もうほんとみかんちゃんから、ボーカルの声出し部屋使ってもいいかなって、ライブ丸々通したくてって聞いて、今から投資するのみたいな、すごいねって、そうもう全然私さっき歌ったから全然先にいいよみたいなことを言って、だから本当にこうやっぱ先生の話も相まって、すごくこうなんだろうな、自分はしっかりメロディーライン、ベースのラインをしっかり奏でるんだっていうのでしてるんだなって改めて尊敬したよね。いや、なんか全部通しておかないと心配になっちゃうっていうだけだったんだけど、でも声出し部屋ってボーカルさんのために用意されてる部屋だから、そこを借りたのマジで反省してて。いや本当に申し訳ない。いやでも2日目は階段の踊り場に移動した。いやそうだよね。だから2日目どうするんだろうと思ったら、何も声かからないな、どこでいるんだろうって思ったら、なんか奥側からベースの音が聞こえてくると思って向こう行ったら、階段のちょっと下ったところで壁の方向きながら一人でずーっと見てたよ。待って誰にも見られてないと思ってた。見るよ。そうだったのか。もちろん恥ずかしい。邪魔はしたくないからそっと見てた。いやでもだからさ、いやすごいなって本当思うし、あと皆さんに誤解がないようにこうお伝えすると、全然声出し部屋ずっと私こもってるわけじゃなくて、出したい時に行くだけなんで、本当基本的には空室というか、だからそこをね、あえてこうみかんちゃんが聞きに来てくれたっていう、だから本当に全然大丈夫なんだよ。ありがとうね、そんなお話までしてくれて。いやでもようちゃんもね、やっぱずっと歌の練習をさ、いやこれはさ言っていいの？なんかライブが終わった後に、多分すごい反省点とかをすぐに修正したいからって言って、みんなホテルに帰ったのに、ようちゃん会場に残って歌の練習してたんですよ。ちょっともう心配であれそれ休んでて、私ようちゃんからは聞いてないの。だけど、そのホテル戻る時に、みんなで移動すると思ってたから、ようちゃんいなくて心配で、あれよみやさんはよみやさんって言っちゃったスタッフさんに聞いたから、よみやさんどうしたんですかって聞いたら、ようちゃんは今から先生と声出しをしてからホテルに戻るみたいだよって言われて、そんなにライブ終わった後なのに。だからもうようちゃんはこうやって褒めてくれるんですけど、ようちゃん自身も頑張ってるし、いやそうもうね、みんな頑張ってたから、そんな、でもそれもあったし、ファンの皆さんがこうやって楽しんでくださって、こうやっていろんな思いを受け取ってくださったから、2days がもう最高のライブになったということで終われたんじゃないかなと思うので、今まあね、こうしてベースとねボーカルのお話しさせていただいたんですけど、おのおのにやっぱりすごく練習していることだったり、いろんなものがあったので、それをね今みかんちゃんが言ってくれたように受け取っていただいて楽しんでいただけてね、私たちもすごく嬉しいよね。そうだね、ありがとうございます。ありがとうございました。このコーナーでは迷子のライブの感想を募集します。ライブで感じたことやメンバーに伝えたいこと、聞いてみたいこと、何でもお送りください。お待ちしてます。ではこのあたりで曲を聴いていただきたいと思います。今週の選曲はようちゃんお願いします。はい、楽曲リクエストのお便りを読ませていただきます。お呼び出しネームゆうこのさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さん、こんまいご。こんまいご。ナインスライブで初披露された照明参加がとても胸に刺さったのでリクエストさせていただきました。答えは挑んだ先にあるという歌詞が大好きで、誰かに決められた正解不正解でも完璧でもなく、ありのままの自分たちの意思でそんな答えを書き換える、証明するという強さに感じられてきて、
それは今の迷子だからこそ歌えるようになった成長なんじゃないかなと思います。また完璧じゃなくて未完成だからこそ進んでいける、続いていく道があると思います。そんなどこまでも地平線のような果てしない道、迷子のままこれからも進み続けましょう。これからもずっと応援していますといただきました。ありがとうございます。それでは聞いてください。迷子で照明参加です。いただいたのは迷子で照明参加でした。やっぱいい曲だよね。そうだよ ね。なんか普通に盛り上がるっていうのもそうなんだけど、やっぱゆうこのさんが言ってくださってるみたいに、歌詞がねすごく素敵だなと思って、よっちゃんはなんかこの歌詞がすごい好きとかさあったりはする？でも本当にそのゆうこのさんと同じで、答えは挑んだ先にあるっていうのがすごく好きで、なんかねこう想像するとか、いっぱい考えることはできるけど、でもいざじゃあ自分でこう挑んだ時に何を感じて、何が大変で何が楽しかったのか、それを踏まえて果たして自分が見たかったものとか、答え合わせができる場面がやってくるっていう、なんかそういう意味にも捉えられるこの歌詞がすごく好きで。そうだね、なんかさ行動に起こしたりさ、やってみないとさ、何も得られないと思うんだよね、何も達成できないと思うから、やっぱり人生は挑んでいくことが大事だなと思いましたね。皆さんも自分らしくね進み続けていただけたら嬉しいなと思います。はい、迷子センターでは私たちと一緒に聴きたい迷子の楽曲のリクエストもお待ちしてます。あなたの迷子の推し曲教えてください。よろしくお願いします。迷子の迷子センター、迷子の迷子センター、続いてはこちらのコーナーをお届けします。ふつおたのコーナー。このコーナーではあなたの日常にあったいろいろな出来事をお便りでもらって紹介していきます。概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこからお便りを入力してください。迷子に伝えたいエピソード、メッセージ、質問など何でもお待ちしてます。それでは1通目のお便りです。お呼び出しネームかいちろうさんからいただきました。ありがとうございます。迷子の皆さん、こん迷子。こん迷子。先日18年来の友達とご飯を食べました。長い付き合いということもあって、これといって話すこともなく黙々とご飯を食べていました。長い期間一緒にいると無言の時間が増えますね。特に気まずさなどもなく、話すことといえば、最近彼女できた？いない。そうか、こんなもんです長い付き合いだからこそ何も話さない時間すら心地いいんだなぁと感じた一日でした。
迷子の皆さんにも沈黙でも心地がいいなと思える相手はいますかといただきました。ありがとうございます。家族なのもう家族ぐらいのさ、ね、距離感じゃないこれね。なんかお父さんとかがさ最近なんか恋人できたんか、できてないそうかみたいなそんな感じじゃないこれもそういう家庭をね確かに想像もできるし、そうかこれ久々に会ったわけじゃなくって、18年ずっと共にしているっていうことなのかっていう感じなのかな、ね、だってさ久しぶりに会うってなってさ最近彼女できたってちょっと聞きづらいというか、確かにだってもしかしたらさ、お別れしたばっかりかもしれないとか、ね、いろんなことがあるから、そうだからちょっとなんだろう聞きづらいことではあるけど、そうだね、すごい18年来ですか。長いね。長いね。やっぱねその小学校とかさ中学校、小学校ぐらいか、の友人たちはいるけど、やっぱこの年になるともう住んでる場所もバラバラになってきてさ、久々に会うとかのが多いからさ、こうずっと長年共に過ごしているっていうのは素晴らしいことだなと思いますね。すごいよね。でもなんかその沈黙でも居心地がいいなと思える相手はいたりする？でも思ったんだけど、迷子の楽屋、沈黙でも全然平気だよね。全然平気だね。なんかバンド連の楽屋とかさ、むしろさ、まあもちろん喋るタイミングとかさ、そう話題がさ生まれたらみんな急に喋り出すんだけど、喋るよね。でもそれまでは一旦練習落ち着いてさ、ふわーみたいな感じでみんなおのおののことやってて、で誰かがなんとかなんとかってさってなるとみんながどんどん話題をみたいになってくもんね。でもだから沈黙のタイミングもあるから、沈黙でも誰かが気にして喋んなきゃにはなってないから、なってないね。居心地がいいにはなるのかもね。なんか舞子ってみんな沈黙でもちゃんと察する部分があるというか、今は多分休憩したいんだろうなとか、今はこうしたいんだろうなっていうのがだんだん分かってきたし、そのライブ前とかね、こういうのがルーティーンなんだなみたいなのが分かってきたからさ、それも相まってなんか徐々にさレッスンの時でも沈黙が大丈夫になったりとか、確かにライブ前のルーティンは結構分かりやすくなってきたね。分かりやすくなってきたね。ひなちゃんとかどっか行ってるなって思ったら、ストレッチしてたりとか、確かに、あとはまあねおのおののことするし、うちベース弾くし、よっちゃんも声出しするし、そうここちゃんとかも多分楽曲聴いて確認とかしてるんじゃないかなと思うし、りんちゃんもそのイメージあるな。だからみんなそれぞれライブに向けてね、特にめっちゃ喋るとかではなくね、それぞれがおのおの集中してるみたいな感じだったりするよね。だからこそステージで見る景色がすごいんだよね。本当だからみんなでさ内側向いて目合った時とかめっちゃ嬉しいんだよね。嬉しいね。これがそのさキャラクターの感情なのかどうかわかんないのも、なんかこうすごいここまで数年やってきたけどまだわかんない。これがそのヨウミヤから生まれてるものなのか、ともりちゃんから生まれてるものなのか全然わかんなくて、でも見える景色ってちゃんとこう多岐そよアノンラーナなんだよね。そうだね。だからなんかすっごい不思議な感じで全然答えが見えてこない。いや答えはなくていいんじゃないか。もうその時生まれたもの、それでいいんだよ。いいのか、嬉しい。こんな関係値に慣れていることが嬉しいね。嬉しいね。はい、じゃあ次のお便り紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、お呼び出しネームももんがさん、ありがとうございます。迷子の皆さん、こんまいごです。こんまいごです。私は昨年末高卒で入社した会社を退職しました。現在はフリーターで北海道に住んでいるのですが、そろそろ再就職をしようと考えています。この機会に上京してみたいのですが、やりたい仕事があるわけではなく、イベントやライブに行きやすくなるからという理由なので長続きしない気がします。東京に住むメリットデメリットなどあれば教えていただきたいです。また迷子の皆さんは住んでみたい都道府県はありますか？よろしければ教えてくださいといただきました。ありがとうございます。東東京のメリットデメリット、
難しい。メリットいっぱいあるよ。今すごい浮かんでるけど、本当？まず、そのお店がいっぱいある。それはそう本当に、なんかそのこれどこかにないかなって探したらすぐどこかにはあるし、確かにね、欲しいものとかね。そう、だいたいこうなんだろうな、あと変わった今まで食べたことないような食べ物にも出会えたりするとか。確かに、歩いててなんだこれみたいな。あ、そうあるね。あとは、かき氷大好きな私にとってはもうかき氷屋さんがいっぱいある。確かにね、なんか隠れ家みたいなかき氷屋さんからさ、なんかもうかき氷チェーン店ですかみたいなかき氷屋さんもあったりするじゃない？いっぱいね。確かに、それこそうちも昨日お仕事の合間にプラッと歩いてた時に、抹茶の今川焼きみたいな、生地も抹茶だし中に抹茶カスタードが入ってるみたいな今川焼きがあって、そうで美味しそうと思って、普通に並んで買っちゃったもんね。すごい。だからそういう出会いがあったりするからさ。確かに今私も初めて知ったしね。そうだよね、そうだからまあそれは確かに間違えた、メリットか、デメリットではないわな、メリットか。でもなんかその自分はもう都会のやっぱ喧騒というか人混みがね、やっぱ苦手になってきているもので、なんかもうお仕事がやっぱり都内だから都内にいるしかないという選択肢でいるだけという感じになってきているから、こう住んでみたい都道府県はに通ずるものがあるんだけど、まあ実家にも帰りたいけど、京都に住みたいなって思って。京都？そうだけど今話してて思ったんだけど、京都もそれなりに人いたわ。そうだね。そうだよね。京都もねしっかり賑わってます。そうだよね。なんか京都にお仕事とかさ、それこそ修学旅行とかでさ行ったりした時にさ、やっぱり景色がねすごく良くて、なんかもう賑わってはいるんだけど、もう当然都内では見られない日本の良さというか、というものがこうギュッと詰まった街並みにすごく感動したんだよね。嬉しい。あ、そっか、その辺に京都いるもんね。そう、京都出身ではないんだけど、奈良と京都ってねお隣さんだから、そうね。しかも修学旅行で奈良行った時も、奈良の建物もやっぱりその日本の良さが詰まっているなってすごく思ったから、嬉しい。奈良もいいところだなって思ったけど、ようちゃんは？私は、そうですね、地元を置いておいたとしてもやっぱ奈良って魅力的だなってすごく思ってて。そうなんだ。そう、やっぱ鹿さんに会える。やっぱそこに住んでいたとしても重要ポイントだね。なんかやっぱそう都内に出て改めて鹿さんっていないんだ。いないよな。確かに街中に動物が野放しは違うと思うんだけど、野に普通に歩いていることがないからね。そうだよね。信号機も当たんないよね、普通ね。信号機をそう赤は待つんですか？やっぱね、私待ってるとこしか見たことなくて。マジか。そう、鹿さんがだから、本当いるのよ、しっかり世界に。そうなの？人間界に馴染んでんの？そう、馴染んでる。マジか。だから小さい頃からそれで育ってたから、都内に出てきて、その光景を目にしなくなって数年経ちまして、だからやっぱ景色がちょっとすごかったんだなって。確かにね。なんかさ、ちゃんとさ街中さ、なんだろうな、こう森とかさ緑がめっちゃ多いっていうわけではないというかさ、木とかは立ってるけれどもさ、こうなんか森の中ですよみたいな感じじゃなく、ちゃんと街並みでありつつもその自然と共存しているっていうことが体験できるのは素晴らしい文化というか、すごい、奈良の PR してくれてる。ちょっとなんかじゃあ奈良のお仕事あったら私もちょっとアシスタントで行かせていただいて。ぜひ行ってほしい。でもなんか普通にさ、奈良と京都もさライブとかイベントで遊びに行きたいよね。行きたいです。そういう機会があったらいいなと。ね、みんなの地元行きたいね。そうだね。とても思います。はい。このコーナーでは皆さんからのふつおたを募集しています。皆さんの何気ない日常のことを私たちに聞かせてください。たくさんのメッセージお待ちしてます。迷子の迷子センター、今週もエンディングのお時間がやってきました。いやー、なんかいっぱい喋ったね。そうだね。なんかライブのこともそうだけどさ、ふつおたでもね、ライブ前のルーティーンから
そうなんか住みたい土地からね、そう喋ったけど、でもさライブのことさまだ話し足りないなって思うんですよね。わかるよ、話し足りないよね。ね、だからなんかね、どこかね、どっかの機会でね、ライブの感想をお話しできる機会があるんじゃないかなと思いますので、まずは今週末にある迷子の迷子センター出張版埼玉公演をお楽しみにしていただければ嬉しいなと、思っております。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しています。この動画の概要欄と公式ホームページに迷子センターの手紙箱があるので、そこから番組へのお便りも送ってください。迷子の YouTube チャンネルではオリジナル楽曲の MV やライブ映像を公開しています。私たちの音楽やトークがいいなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そしてお知らせです。テレビアニメバンドリ It's 迷子が毎週火曜深夜日テレアニメ枠アニチューにて再放送中です。地上波でのテレビ放送は関東地域のみとなりますが、 TVer でも配信がございますので、もう一度見たい方、見逃した方はぜひ TVer でもお楽しみください。また迷子サードアルバム地平線が好評発売中です。数量限定生産特装版ブルーレイ付き生産限定版には昨年12月に開催された迷子エイスライブ思いの形が積もる時の映像が収録されています。皆さんぜひチェックしてくださいね。さらに迷子センター出張版第3弾今の継ぎはぎが今週末の8月8日土曜日、今度は埼玉にて開催されます。現在配信チケットが発売中ですので、ぜひチェックしてみてください。はい、さらに11月14日土曜日15日日曜日、神戸ワールド記念ホールにて迷子ナインスライブつなぎ目の向こうに神戸再建編の開催が決定しました。現在チケット最速先行抽選申し込みが受付中です。発売中の迷子サードアルバム地平線初回生産分に封入の申し込み券でご応募いただけますのでお見逃しなく。さて迷子センターいかがでしたか？今後も水曜夜7時に配信予定なのでお楽しみに。来週も迷子メンバーが皆さんのメッセージと一緒に番組をお届けします。番組の感想はハッシュタグ迷子集会をつけてどんどん投稿してください。今週のお相手は高松智里役陽宮ひなと長崎そよ役小日向美香でした。それではまた来週。以上迷子でした。バイバイ。